N1、分厚い食パン食べたら血糖値が。どうなった？皆さんこんにちは。N1 シリーズへようこそ。N1 の N は何人何匹を調べたかの数のことです。調べたのは1人なので N1 です。スさんという女性1人の血糖値の結果です。栄養学の内容はスさんの体だとどうなるのでしょうか。ここでの結果は他の人間や動物に当てはまるとは限りません。体は一人一人違います。N1 として見てください。また、ここでは血糖値と表現していますが、毎回採血が必要な血液中の糖の値ではありません。間質という細胞と細胞の隙間にある液体中のグルコースを測定しています。正確にはグルコース値ですが、略してここではグル値と呼ぶこともあります。採血と異なり、小さな針のついた測定器を腕に貼り付けたままにして、1、2週間ずっと測定することができます。N1 の血糖値のグラフにはこのように24時間のグラフやその一部を拡大したグラフがあります。縦軸は血糖値の高さですが個人情報なので数値は載せていません。でも大丈夫。背景の帯1本分の高さはどのグラフでも同じ血糖値の幅です。上の24時間グラフの9時前の血糖値の山はおよそ帯2つ分。下の拡大したグラフでも帯2つ分です。拡大縮小している場面でもこの帯を目安に変化を見てください。今回のメイン食品と N1 の人間の情報です。四つ切り食パンにバターとジャムをぬりぬりしてスさんが朝食に食べました。食べ応えがあります。ブラックコーヒーも飲んでます。こちらの食パンの栄養素量は食べた量ではなく食パン 100g あたりの栄養素量です。四つ切り食パンは 90g 前後です。では、四つ切り食パン1枚を食べたら血糖値はどうなったでしょうか。まずはお気に入りのパン屋さんの食パンの結果です。食べたのは7時ごろ。1時間後に血糖値めっちゃ上がってるね。後半のお山の前にも食事をとっています。次はララランランララランの食パンです。あれ？血糖値のお山が小さい？次は商店街の食パン。このパンもお山は小さいです。次も同じ商店街のパンですが、耳の部分も追加して食べちゃいました。今度はお山が大きくなりました。最後ははじめと同じお気に入りの食パン。同じくドーン。これまでの5日分をまとめました。なんだかよくわからないので食べた時間を合わせます。おー、わかりやすくなりました？山の形はバラバラですが、血糖値の上がり方は似てる？同じ四つ切り食パンなのになぜこんなに血糖値のお山はバラバラなのかしら。不思議。
血糖値は食べ物だけじゃなく、睡眠や体調などいろんな影響を受けるからね。またね。この動画は一人の測定結果です。詳しくは注意事項をご確認ください。